はいはい、こんにちは、みずきです。皆さんは元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気ですはい、皆さん今日も来てくださってありがとうございます。はい、今日もですね、たくさん話していこうかなと思っております。はい、ポッドキャストです。はい、なので、いつも通り動画を見て聞いてもいいし、音だけ聞いて何か料理とかね、ドライブとかしてもいいし、どっちでも大丈夫です。はい。で、今日はね、話したいことあるんですけど、その前にいくつか話したいこともちょこちょこあるので、そこから話していこうかなと思っております。はい。みずきです。チャンネル登録お願いします。で、聞いてください、皆さん。最近ですね、ポッドキャスト多いじゃないですか。私が話している、一人で話しているポッドキャスト多いと思うんですよ。はい。で、お母さんとも動画撮りたくて、ね、撮ろうねって話してたんですよ。ね。来週一緒に撮りたいと思ってるから、撮ろうねって、メッセージでね、言ったら、いいよ、わかった、みたいな返事来てて、で、じゃあ、いつにしようかな、みたいな。まだそれは決めてなかったんですけど、で、来週撮ろうかなって思ってた時に、ポーンってメッセージが来て、で、それ見たら、今から宮古島に旅行行ってくる出発みたいな。で、動画撮れるのって思って聞いたんですけど、やっぱまあ環境的に無理そうな感じで、ね。これちょっと文句なんですけど、聞いてくださいね、皆さんね。はい。まあ旅行行くっていう話は聞いてて、で、いつぐらいに行くってだいぶ前に聞いたんですけど、忘れるじゃないですか。で、忘れてて、で、来週撮りたいって言って、わかったって来たから、あ、動画撮れるんやと思ってたんですよ。そしたら、当日に行ってくるって言われたから、ってなって、ちょっとってなって、ちょっとだけまあ怒ったんですけど、ね、まあね、私が忘れてたのも悪いですけどね。ね、旅行行くから取れないかもしれないよって言ってくれたらね、よかったのにと思って、はい。多分この動画お母さん見るんでもううるさいなこの娘もううるさいなこの娘はって思ってるかもしれませんけど、はい、一応愚痴として話しておきますはい。でも別に本気で怒ってるわけじゃないんで、皆さんは、なるほど、親子喧嘩か、はいはいって聞いといてください。はい。はい、そんな感じです。はい。で、最近ね、私ずっとメガネじゃないですか。本当はね、なんとなく、コンタクトの自分の方が好きなんで、コンタクトを入れて、で、メガネなしで動画撮りたいなって思ってるんですけど、ちょっと前にもね、話したかもしれないんですけど、眼科に行って、で、見てもらったら、やっぱこのまぶたの裏側に小さいプチって出来物ができていて、で、それがあると、やっぱりコンタクトを入れた時に、擦れて、ちょっと痛かったりとか、ゴロゴロして、で、乾燥しちゃって、コンタクト長時間つけていられないなーっていう状況になってまして、はい。で、その後ね、目薬とかもしてたんですけど、全然治らなくて、で、この間もう一回ね、病院に行ったんですよ。で、セカンドオピニオンみたいな感じで違う病院に行ってみたんですけど、そしたら、まあ、目薬で治るかもしれないけど、もし治らなかったら、そのまぶたの裏にある小さい出来物に、まあ、麻酔はするんですけど、その箇所にね。で、針でちょっとチュッて穴開けて、その中にできてるもの取り出して、で、そうすればなくなるよって言われたんですよ。でも、でもさ、怖いじゃないですか。ね。でもさ、とか言ってね、友達みたいに今話しちゃいましたけど。
はい。針で刺すって言われたら怖いじゃないですか。そう。だから、どうしますかって言われて、目薬にするか、今全然刺して取ることできますよ、みたいな。ちょっと血出ちゃうかもしれないんで、ちょっと痛いかもしれないんですけど、って言われて、どっちがいいですかって言って、はい。よし。わかりました。じゃあ、先生、とりあえず目薬でお願いします。って言いました。怖いじゃないですか。ね。笑われましたけど、病院でも。うん。なんで、治るかもしれないなら、一回目薬でお願いします。で、様子見て、治んなかったら、もう、刺してください。取ってください。その時はお願いしますって言ったので、とりあえずまだ今、目薬刺しながら頑張っている状況です。はい。で、もし、これで1ヶ月ぐらい治んなかったら、勇気を出して、小さいんですけど、すごく小さいんですけど、ちょっと針プスって刺して取りに行こうかなと思うので、はい。応援してください。はい。っていうね、そんな大した話じゃないんですけど、なんで最近ずっとメガネなのっていうね、話をしたかったのでしました。はい。うん。はい。で、そう、じゃあ、今日何を話したいかって言いますと、ワーホリについてです。はい。ワーホリって聞いたことありますか？ワーホリは、ワーキングホリデーを短く言うとワーホリになります。はい。で、これですね、いつだったかな？ 2023 年の8月から2024年の7月までかな。うん、そうですね。今日がもう2025年の10月なんで、そうですね。うん。もう帰ってきて1年ぐらいになります。はい。うん。で、その時に1年間ぐらいオーストラリアにワーキングホリデー行ってたんですよ。はい。で、その時の話をまだ動画でしてなかったなと思って、うん。多分ですね、なんか話そうって思ってたんですけど、やっぱ日本語を勉強している皆さんにとって、日本の話とか、日本語についてとか、そういう話の方がいいのかなみたいな。うん。なんで、あんまり日本以外の国の経験、私の経験について話して興味持ってもらえるかな、皆さん聞いてくれるかなみたいな感じで考えてたら、気づいたら時間経ってて、で、そういえば話してなかったなって思ったんですよね。うん。で、まあね、皆さん優しいんで、日本語で話してるから何でも聞いてくれるかなとは思うんですけど、まあ一応ね、その自分にとっての思い出として、記録としてもうなんか話して残しておけたらいいなって思って、ちょっと話しておこうかなと思いました。はい。なので、私のオーストラリアでのワーホリ経験についてどんな感じでしたかっていうのを今日は話していこうかなと思います。はい。ね、どうですか？ちょっとこれ、長く話せそうな感じがするんですけど、長いポッドキャストになりそうじゃないですか。はいね。今日ちなみに椅子とかじゃなくて、なんとなくヨギボーに座って撮ってます。はい。これヨギボーいつも、でかいんですけど、これどかして、いつもね、椅子置いて撮影してたんですけど、ヨギボーに座って撮ってもいいんじゃないかなみたいなね、こうリラックスしてもちろんちゃんと喋るんですけどね。うん。はい、という感じで今日はヨギボーに座りながら、ポッドキャストということで日本語で話しまくりたいと思います。はい。はい。で、ごめんなさいね、話それてね。もうちょっと待ってくださいね。戻るんで。はい。で、この間の動画でコメントをね、皆さんたくさんくださって、本当に嬉しかったんですよ。うん。ね。どんなコメントも本当読んでて嬉しくて、はい。私がこの間ね、コメントたくさんください。もう、独り言かのように書いていいんでって言ったら、結構皆さんたくさん書いてくださって、すごい嬉しかったんで、皆さん今日もぜひ、はい、書いてくださいね。はい。で、
その中で、嬉しかった一つとして、なんか日本語の勉強だけじゃなくて話としても面白いと思いますって言ってくださった方がいて、それはなんかちょっと結構嬉しいなって思ったので、はい、それも意識してですね、もちろん日本語の勉強にもなるけれども、やっぱりその中でも聞いててちょっと笑えたりとか、なんか面白いなとか、なんか興味深い話だなとか、そういうね、ためになる話ができたらいいかなと思っております。はい。ということで本題に戻りましょう。またね、10分ぐらい雑談しますね。はい。で、いつも通りこちらにメモして、はい。話したいこと忘れないように書いております。はい。で、皆さんどうですか？ワーホリ行ったことありますか？どこでもいいですよ。どんな国でもいいんですけど、もしワーホリ行ったことがあるよっていう方はぜひぜひね、コメントで教えてくださいね。はい。はい。じゃあワーホリについてまず楽しかったことから話していこうかなと思いますね。まずは楽しかったことを話しましょう。もちろんね、ハプニングとかもありました。はい。大変だったこともありました。はい。ね。やっぱり大変だったこととかハプニングの方が聞いてて多分面白いと思うので全然人の楽しかった話、幸せだった話聞いてて嬉しいですっていうね、心の綺麗な方いたらそれはそれで素晴らしいので全然いいんですけど、はい。じゃあまず楽しかったことから話します。はい。もうちょっと結構1年前とかなので思い出しながら話すんですけど、楽しかったことはですね、大きく言うと、まず一つ目が自然ですね。やっぱり日本と比べるとオーストラリアの自然も壮大ですごい大きくて綺麗で癒されてっていうのがたくさんあったので、それは本当にね行ってよかったし、そういうなんかマイナスイオンみたいなの感じられたので、すごいね楽しかったなと思います。はい。具体的に言うと海ですよね。はい。本当にねたくさんのビーチがあって、で水も透明で透き通っててね、すごい綺麗な色しててね、もちろんね日本の沖縄とかの海も綺麗なんですけど、基本的にはやっぱりオーストラリアの海の方が全然綺麗だなーって思いましたね。はい。なので見ててもすごい綺麗だし、入ってもすごいね綺麗で気持ちよくてよかったなーっていうのがあります。はい。で、あとはそう山もすごかったですね。知ってる方いらっしゃると思うんですけど、ブルーマウンテンっていうすごい本当に大きい山があって、で、そこに行ったんですけど、山ももちろん綺麗だったし、あと途中にあるすごい大きな滝があって、で、そうその時私前のパートナーに振られて別れてちょっと悲しかった時に、その次の日にそのオーストラリアの、学校の人たち友達と一緒にそこに行ったので、もうそのねすごい大きな滝見て、なんて小さいことで悩んでいたんだと、なんて小さいことで悲しんでいたんだと、そういう気持ちになって、もう本当に救われました。はい。なのでオーストラリアの山、海、滝、偉大です。はい。急にね恋愛の話するじゃんみたいなまあね、いいですよ、今は幸せなんでね。はい。過去の話としてね。はい。ねすごいどうでもいいんですけど、今めっちゃ暑いです。もうね10月になって一応気温は落ちて涼しいんですけど、動画撮るのでうるさいかなと思って窓を閉めて、でエアコンもついてないし扇風機も消して動画撮ったらもうすごい暑いですね。当たり前でしょって感じなんですけどはい。ねえ、もうねしょうがないですね。次撮るときは多分窓を開けます。はいはいはい。ということでちょっと汗かいてるかもしれないんですけど、そのまま話していきます。はい
はい。で、そう、海、山、滝、すごい壮大なね、自然があって楽しかったです。はい。で、二つ目に楽しかったこと、まあね、本当にいろいろ楽しかったことあるんですけど、そのワーホリとして楽しかったのが、学校ですね。はい。はい。まず、なんで私はワーホリに行ったか、それを話し忘れていましたね。つーさんはその後話すんですけど、はい。語学学校行ったんですよ。はい。英語を勉強するために、語学学校に行って、で、そこでもちろんね、いろんな国の人たちと友達になれたし、たくさんね、英語で話して、で、英語もね、ちょっとスピーキング力が上がったし、すごいそれ嬉しくて楽しかったことだなっていうのはありましたね。うん。はい。はい。で、ちょっとどうしてっていうのはまた話すんですけど、で、もう一つ最後に楽しかったことはですね、そう、ちょっとびっくりかもしれないんですけど、今付き合ってるパートナーが、その時日本にいて、で、オーストラリアに会いに来てくれたんですよね。はい、すんごい遠いんですけど、ね、会いに来てくれて嬉しかったし、楽しかったなって、それも思いました。はい。もし恋愛、恋バナ興味ある人いたらコメントください。はい。過去の悲しい恋愛話もしますし、今のパートナーとの話、出会いの話、どういう風に出会ったかっていう話もしますし、はいね。いつかしますか、動画で言うか、ライブ配信で言うか、それはわかんないんですけど、興味ある人コメントください。はい。で、次、じゃあ、どうしてまずワーホリに行ったか、どうしてオーストラリアにワーホリに行ったのかっていう話をしようと思います。はい。うん、で、その時ですね、まずちょっと過去に戻ると、私大学卒業して、で、その後住宅会社のリフォーム事業部っていうところの営業をやってたんですね。はい、セールスマンね。そう、営業してて、まあ、営業とか、あと施工管理職とかいろいろやってたんですけど、で2年ぐらい働いて、でまあちょっといろいろ大変だったので辞めたんですよね。はい。辞めて、で、その後何しようかなって思って、またね、新しい会社探して就職活動ね、就活するのもいいし、でもやっぱりね、その海外で勉強してみたい、英語を勉強したいっていう気持ちもあったので、そう、なんか大学の時に留学みたいな、留学プロジェクトとかあって行きたいなって思ったんですけど、やっぱ金銭的にその時は厳しかったりとかして行けなかったので、で、そうね、会社で働いて少し貯金もあったし、このタイミングでしかワーホリ行けないんじゃないかなって思ったんですよね。はい。ワーホリってやっぱりただの旅行と違って、年齢制限があったりとかするんですよね。はい。なので、そう、もしまた新しい会社に入っちゃったら、行くタイミング、ワーホリに行くタイミングがね、またなくなっちゃうなっていう風に思っていたので、そう、だったらじゃあもう今このタイミングで、会社辞めたタイミングで行こうって思ってまず決断したんですよね。そうで、大学でたくさん英語の勉強とかもしてたんですけど、やっぱり話す力っていうのが全然足りてなくて、そう、そんなにね、日常会話とかもなんかちょっとできるかなぐらいで、もっとね、英語喋りたいなって思ってたんですよね。はい。で、あとは、そう、そのタイミングで、英語好きだし、英語使ったり、まあ、使わなくてもいいんですけど、その、日本語を勉強したい方に日本語を教えたいなっていうのがあって、で、そう、オンラインレッスンとかもちょっとね、始めたりして見ていて、で、やっぱり、英語力あった方が、その方が、伝わる方もね、たくさんいるし、そ
やっぱり勉強したいなって思って、そういう理由があって、まずは英語を勉強できる国にワーホリに行こうって決めました。はい。で、そうすると何個か候補があるんですよね。本当はね、アメリカに行ってみたいなとは思ってたんですけど、アメリカと日本だとワーホリの制度がないので、それはまたね、旅行で行くことになるかなって思ってました。はい。で、今も思ってます。はい。なので、候補とすると、カナダとか、あと、オーストラリアとか、ニュージーランドとか、もちろん他にもね、たくさん英語圏の国で日本とワーホリがある国っていうのはたくさんあったんですけど、でいろいろ考えて、やっぱり時差ですね。一つは時差が日本とあまりないところがいいなって思いました。お母さんとか家族と、なるべく連絡が取れて、そうですね。そんなに時差がない国がいいなっていうのは思ってました。ってなると、じゃあやっぱりオーストラリアかニュージーランドかなって思っていて、で、その2つで迷ってたんですよね。で、じゃあ、その2つどうやって決めたかっていうところなんですけど、その時も私ダンスたくさんやってて、ダンス大好きで、どうしてもワーホリ行ってもそこでできればダンス続けたい、ずっと踊ってたいなっていう、そういう気持ちがあったので、そしたらやっぱり、ニュージーランドに比べるとオーストラリアの方がたくさんいろいろなダンススタジオがあるっていうのをね、調べて分かったので、じゃあもうダンスができて、日本とあんまり時差がない英語圏の国っていうとオーストラリアかなーって思って、はい、結局オーストラリアのシドニーに行くことにして行きました。はい。っていうのが、なんでワーホリに行ったかっていうのと、どうしてオーストラリアにしたのかっていう理由になります。はい。すいません、結構前後しちゃって、さっき楽しかった話して、その後にどうして行ったかっていう話ね、話しちゃったんですけど、はい、そんな感じです。はい。で、いつもだったらね、こんぐらいでポッドキャスト終わってると思うんですけど、まだまだ、1年間のワーホリ生活についてですね、話したいこといっぱいあるので、はい、もしよかったら料理しながらとかドライブしながらとか耳だけでいいんで、ぜひぜひ最後まで聞いてってください。はい、そしたら、次ですね、ちょっと難しかったこと、ワーホリしてて、これ難しいな、悩むなって思ったことを話そうと思います。はい。で、一番悩んだのが、やっぱり、英語で話して、全部の時間生活するか、それとも、日本語を話す時間があってもいいのかどうか、その自分を許すかどうかっていうところが、私にとっては一番の悩みでした。はい。で、ワーホリ行く前に日本でね、やっぱりいろいろ調べるじゃないですか。いろいろ調べてて、で、英語学校に行っても、ね、結構やっぱり日本人もたくさんいるし、英語を話すんだっていう意識がないと、やっぱりね、無意識に日本人同士で集まっちゃって、で、結局ずっと日本人と一緒にいて、で、日本語をね、結構たくさん喋っちゃって、で、1年が終わる頃に、あんまり英語上達しなかったなーってなってしまうっていうやつをね、調べて見てたりしたので、やっぱりせっかくお金と時間をかけていくんだったら、もうほぼ100%英語だけを話すっていうぐらいの意識で、行きたいなって思ってたんですよね。もちろんね、日本にいる家族と連絡取ったりする時とかは全然もちろん日本語で話すんですけど、はい、その現地でオーストラリアにいる時に英語で
生活したいって思ってたんですよね。で、なんか日本じゃないし簡単じゃないの、できるんじゃないのそれって思うかもしれないんですけど、結構難しかったんですよ。なんでかっていうと、やっぱり語学学校に行って結構ね日本人いたんですよね、たくさん。なのでどのクラスにも日本人が数人いて、でやっぱりね、日本じゃない知らない土地にいて不安もねみんなあると思うし、日本人だって思うと安心して、日本人とぐらいは日本語で喋りたいっていう人もいるんですよ。でそれはそれでねすごくいいと思うし仕方ないと思うので、すごくそれは人それぞれでいい考えだとは思うんですけど、私はできれば英語でずっと頑張りたいって思ってたので、学校とかで日本人に日本語で話しかけられた時に、うわーどうしよう、日本語喋っていいのかなって思って、で最初はやっぱり自分の英語力にまだ自信もなかったし、そんな中で英語じゃない、そんな中で日本語喋っちゃったらダメだっていうすごい柔軟じゃない硬い頭になってたので、ごめんなさい、英語だけ喋ることにしてるんです、ここでは日本語喋れないんです、ごめんなさいって言って、そうね、ちょっと申し訳なかったんですけど、そう言って英語で喋ってました。はい。でまあね、学校では一応英語だけ話しましょうみたいなそういうルールがあったので全然まだ良かったんですけど、学校以外でやっぱダンスしたいって思って、ダンススタジオを見つけて行ったんですよ。でそこでもやっぱり日本人のインストラクターもたくさんいて、で私がやりたいダンスって日本人のインストラクターのクラスが結構たくさんあってね、日本人じゃない先生のクラス受けろよって感じだとは思うんですけど、はいね、そこが難しくて、やりたいダンスのジャンルとその言語がうまく合わないっていうので、で日本人のインストラクターのクラスに何回か行ってたんですけど、やっぱね日本語で話しかけてくださるじゃないですかね。よかれと思って、その方いいことだと思って、ようこそって、なんかね不安とかあるみたいな日本語で話しかけてくださったんですけど、もう最初の頃の私はすごく頑固でもう本当にね今思うと申し訳なかったなと思うんですけど、そのインストラクターの方にも最初はごめんなさい、英語で喋ってくれないですか、ごめんなさい、お願いしますって言って、学校でもないし全然ね関係ないのに、その日本人の方、全然ねその方英語すごい上手だったので、いいよいいよみたいな感じだったんですけど、やっぱなんか変な子だなみたいな感じには思われましたよね。なんでそれが一番辛かったですね。はい。でも学校はどんぐらいだったかな、10週間だけかな。10週間だけなので、3ヶ月ないぐらいですね。はい、3ヶ月弱ぐらい行ってたんですけど、学校を卒業するぐらいの時には、卒業する時にはもうちょっと喋れるようになって、少し自信もついてきたので、もうじゃあダンスの時ぐらい別にいいかなって思って、やっぱりね日本人と話す時は日本語で話した方がもちろん第一言語なので心が通うし、ね、向こうの方もその方が気持ちがいいだろうし、もういいなって、もう使い分けができるなって思ったので、英語を話す時はもちろん基本英語で話して、でも学校関係ない日本人の方とは日本語で話して、そういう風に分けていけばいいなって学校を卒業する時ぐらいにやっと思えるようになって、でそこからはダンスの日本人の人とは日本語で話してました。はい。でちょっと楽になったなっていう部分はありますね。はい。でも英語の言語学校で知り合って、で
やっぱ英語喋りたいよねって、そう同じ気持ちの日本人もいたので、そういうことは学校が終わった後も全然会ってたんですけど、出かける時も英語で話したりとか、まだオーストラリアでね、そうできてたので、それはそれで良かったなって思いました。はい。でもこのね葛藤悩みが一番辛くて、どうしようって悩んだところではありましたね。そう最後ね、後半は抜け出せたので良かったんですけど、そういう悩みがありました。はい。皆さんはどうでしょうか。もし日本に、もし日本に留学したことある人とか、あとは自分の国以外、全然日本じゃなくてもいいので、自分の国以外に、留学して違う言語を勉強している時に、どのくらい自分の第一言語母語を、話していたかとか、もしねそういう悩み、同じ悩みがあったよとか、いい考えあったよとかいう人はぜひぜひコメントお願いします。はい、はい、ということで、ちょっと難しかったな、悩んだなっていうことでした。はい。で、今、楽しかったこと、ワーホリに行った理由、オーストラリアに行った理由、そして、難しかったことを悩み話しました。で、やっぱね、1時間話してる人すごいですよ。もう今、30分ぐらい話してるんですけど、喉乾いてきました。はい。ね、汗もかくし、それは自分が窓閉めたのが悪いんですけど、喉乾くし、すごいね、1時間話してる人ね。はい。でもね、今日まだ話すことあるんですよ。はい。なので、聞いてくださいね。はい。何分になるかわかんないんですけど、今日はちょっと話したいこと、テーマも大きいし、長めに話せたらいいなと思って話してます。はい。はい、じゃあ最後、一番大変だったこと話そうと思います。はい。ね、ワーホリ、オーストラリアにワーホリ行って一番大変だったこと。これね、いろいろありますけど、ワーホリって働くことができるので、現地で頑張って、アルバイト探すんですよね。はい。でも仕事がやっぱりね、見つけるの難しかったですね。レジュメとか履歴書配りに行って、働きたいですって言って結構頑張ってやっと見つかったっていう感じなので、仕事を見つけるのはやっぱり大変でしたね。そうなんですけど、それよりも大変だったなっていうことが家です。家。はい。はい。ですね、私オーストラリアに行く前に4週間分だけホームステイ予約して行ったんですよ。はいね。結構ね勇気あることしたなって今では思ってます。はい。なんでかと言いますと、4週間分だけ予約したっていうことは、向こうに行って、4週間が終わるまでに新しい家を探さないといけなかったんですよね。そういうことなんですよね。はい。でも向こう行ってね、ホームステイ始まるし、で学校にも行き始めるしね、っていう新しいことが始まっている中で、その4週間以内にまた次の家を探さないといけない。それ結構大変でしたね。はい。で、最初のホームステイさせてもらったところは、良かったところももちろんありました。良かった部分あったんですよ。ご飯がね、すごい美味しかったです。はい。シェフをやっていたことがあったお父さんだったみたいで、夜ご飯は毎日くれたんですけど、すごくご飯が美味しくて、ね、良かったなって思ってたんですけど、やっぱ大変なこともあって、なんでしょう、急に、なんだろうな、家族でご飯に行くから、外にね、食べに行くから、なんだろう、冷凍のハンバーグとかあるから適当にやってねって書いて、学校終わって帰ったらいなかったりとか、全然ね自分でやるでいいんですけど、夜ご飯作ってくれるっていう込みでお金払ってたので、
いないのか、急に自分で作らなきゃって思って、ちょっと寂しかったり、して、でそれが結構ね何回かあったので、ちょっと悲しかったなっていうところはありました。ですけど、まあそんなのはね可愛いもんで、はい、大したことない、そんなに大変なことじゃないっていう、まだ小さいことっていうのを可愛いもんっていうんですけど、はい、そうね、全然可愛いもんだったんですけど、そうまずね、一つ目に大変だったのがホームステイ、さっきも言ったんですけど、4週間終わって次の家に行く、新しい家を自分で探すっていう予定だったんですよね。その予定だったんですけど、まさかの4週目入った時ぐらいに、私にとってその4週間のうちの残り4日間ぐらいの時にその家族が新しい家に引っ越しますってなっちゃって、もうね、ちょっとねパニックでした。でしかも2日前に言われたんですよね。2日前に言われて、2日前にちょっと僕たち家族新しい家に引っ越すことになったから、あなたもね一緒に行くから、ホームステイ終わるまで一緒に行くから、急いで明日までに全部荷物パッキングしてねって言われて、明日までに荷物パッキング、あさって引っ越すのみたいなすごいびっくりして、はい、それが結構心の準備もできなかったし、であとまあそれはね、その方のね事情とかいろいろあるのでしょうがないんですけど、最初ね申し込んだホームステイの場所から変わって、結構古い家になっちゃって、お風呂のシャワーヘッドが取れないお風呂になったりとか、そうね、贅沢言っちゃいけないっていうのは分かってるんですけど、こういう条件でっていうので申し込んでお金払ったのに、やっぱりね、引っ越しがなんか増えたみたいな感じで、結構それ大変だったなって思いますね、精神的にね。はい。まあ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 いいんですけど、はいね、今となってはどんな経験も私を強くしてくれるいい経験だったなって今思えるんでね、笑って話せるんでね、いいんですけどね。はい。でもう一個事件ありまして、洗濯もねそこのお母さんがやってくれてて、すごいねありがたかったんですけど、一回私が履いてたお気に入りのジーンズ、デニムジーンズがなくなっちゃって、で2日前ぐらいに洗濯に出して、で洗濯してたの知ってたんですけど、あれジーンズ帰ってこないなみたいな。でそのことをお父さんに相談したら、雨の日が続いたりすると乾かないから3日ぐらいは待ってほしいって言われて、分かりました。で3日ぐらい待って、でもっと1週間ぐらい待ったんですよ。なんですけど全然私のお気に入りのデニムが帰ってこなくて、でそのお母さんの方に聞いたんですよね。洗濯してくれてたのお母さんだったんで。でやっぱりなくてって言ったら、ちょっとじゃあ探してみるわって言われて、もうなかったよみたいな言われて、そうですかみたいな、でも出したんですけどねみたいな言ったら、ごめんとかもなくて、なんならちょっと怒られて、じゃああなた自分で洗濯やる、洗濯やったらみたいな、みたいな、そんな文句言うなら自分でやったらみたいな怒られちゃって、って思いながら、まあね結構忙しかったんで、学校とかねちょっときついなと思って、いや大丈夫です、ごめんなさいって言って、もしあったらね言ってくださいって言って、洗濯お願いしますって言ったんですけど、そしたらもう1週間経ってたんですけど、そのさらに3日後ぐらいにメッセージ来て、その家族ね息子さんいたんですけど、その息子さんの方の部屋に間違えてしまっちゃったと。そのお母さんがね間違えてしまっちゃって、で出てきたよみたいな。でその時にごめんねって言われなくて、ちょっとモヤモヤしました。はいね、結構ごめんとありがと
っていうのを自分の人生で大事にしている言葉であったので、もちろんね文化が違ったりとか人によって違うのでしょうがないなとは思うんですけど、そうあなた嫌なら自分で選択しなさいって言われたりとかしたし、でその後ね間違えてねしまっちゃったって言って出てきた、せめてごめんって言ってくれよって思いましたはい、まあでも見つかったのでよかったんですけど、それも大変でしたね。はいあー大変だったはいでこれで大変なことは終わりだと思うじゃないですか。いやーやばいですね。これ予定してなかったんですけど、勝手に自動的に1時間コースになりそうなぐらい話が膨らんでおります。はいはいでその話終わって、次ホームステイじゃなくてホームシェアかな、なんだっけ、シェアハウスか、はいすいません、シェアハウスにそう見つけて、そっちに行ったんですよね。2つ目のステイ先ですね。はいでシェアハウスする場所はいろいろ見て決めようかなって思ってたんですけど、そうそこ見に行った時に犬がいたんですよ。そう犬がいたのね。で私子供の時からずっと犬を飼う、犬と一緒に暮らすっていうのが夢だったんですよね。はいそう夢の一つだったので、そこに行った時に小さい犬が2匹、可愛いワンちゃんが2匹いて、可愛いなーってなって、ちょっともう他の人に取られる前にもうそこに決めちゃったんですよ。はいねそうでそのワンちゃんたちと一緒に暮らしたりとかね、すごい楽しくて幸せだったので、それはすごいいい部分でした。はいとかそこのオーナーが結構ねよくしてくれて、ホームステイと違ってシェアハウスなのでご飯代は全部自分で別っていう感じだったんですけど、そこのオーナーさんがすごい料理が好きで料理が上手で、全然夜ご飯とかいたら同じ時間にいたら一緒に食べてみたいな感じですごいねたくさん料理作ってくれたりとか、いろんな食べ物をくれてね、すごい嬉しかったし、やっぱね家族と離れて暮らしてたので、そういう温かみっていうのはありがたいなっていう風に感じてました。はい大変な話じゃないじゃんって思うかもしれないんですけど、で大変なこともあったんですよ。はい今のいいことですよ、今のはいいこと。はいで大変だったのはこれね、面白いことにちょっと恋愛の話なんですよ。実は別に私の恋愛じゃないんですけど、ねそのオーナーが結局年齢を教えてくれなかったんですけど、何歳なのって聞いても最後まで教えてくれなかったんですけど、多分ね推測想像だと多分40代後半か50代じゃないかな。いや50代かな、50代じゃないかなって思ってました。はい想像ですよ。っていう方でもちろんね全然年齢なんて年齢差関係ないですし、全然いいんですけど、その方がずっと僕はパートナーが欲しいと、彼女が欲しいってずっと言っていて、でなんか30歳ぐらいの彼女が欲しいってずっと言ってたんですよ。はいねで私の後に新しく入ってきたそのシェアハウスの子がいて、でその子が確かね韓国人の方だったんですけど、ちょうどね30歳ぐらいでそのオーナーが目をつけちゃったんですよ。そうね目つけちゃったんですよ。もうそれが悪夢の始まりでした。はいでねそのオーナーと私はもう結構友達みたいに喋るぐらいの仲だったので、そのこと自体はいいことなんですけど、そのオーナーがその子に目をつけちゃって、でねでも私はその子と普通にその女の子と普通に友達になりたくて、やっぱね日本じゃないし
そう家にもね友達いたら楽しいなと思って、すごいね話しやすそうな人だったし、話したいなと思って、で遊びに行ったりしてたんですよ。一緒に散歩行ったりとかショッピング行ったりとかしてたんですけど、そのオーナーが目つけちゃったから、でどうやらそのオーナーがね、その子を自分の彼女にしたいとね、そう自分の彼女にしたいって思っていて、でね、自分でアプローチしてくれればまだ全然ね良かったんですけど、そうね、私をね使おうとしたんですよ。それがね一番大変でした。はい。なので例えば、じゃあ私が次の日その子と、買い物しに行きますみたいな。でそのオーナーと私よく夜ご飯とか一緒に食べてたので、他のその家に住んでた子たちはやっぱ一人の時間自分で食べたいとかいう子もいたので、そう私は食費代浮いたら嬉しいし、そのご飯も美味しいしね、一人で食べるの寂しいしみたいな感じで、もうなんか自分のお父さんみたいな感じで一緒に食べたんですけど、でその食べてる時にそう明日出かけに行くんだみたいな、その子と遊びに行くんだって言ったら、そうね、じゃあちょっと今その子が彼氏がいないかどうか聞いてきてくれと。であとそのオーナーについてどう思うか聞いてきてくれって言われちゃって、で嫌じゃないですか。そんなことしたら私とその子の友達の関係が悪くなるかもしれないし、嫌だよみたいな、自分で聞いてって言ったんですけど、ずーっといや聞いてくれ聞いてくれみたいな、聞いてくれないとご飯もうあげないよって言われてって思って、でしょうがないなと思って、そうまずねパートナーがいるかどうか、その子に彼氏パートナーがいるかどうかだけ聞いて、でそのオーナーについてはちょっと聞く時間なかったって言って聞かないで帰ってきたんですけど、でもそういう喉が枯れてきましたはい喋りすぎて喉枯れてきた。はい、もう少しで終わります。もう少しで終わりますんで頑張って話すんで皆さんも聞いてください。はい。でそれがね続いたんですよ。そうでその後3回ぐらい遊びに行ったんですけど、毎回ね前の日とか、あとそのオーナーが私にメッセージしてきたりとかして、聞いてね聞いてね絶対に聞いてねみたいな、そのオーナーについてどう思ってるかみたいな、で興味あるか聞いてねみたいな言ってきて、でもう嫌じゃないですか。もう毎回そうやって言われるのも辛いし、でそのね、私はその子とは友達だったので言っちゃったんですよ。その心に全部抱えてるのが辛くて、で実はそのオーナーがこう思ってるみたいでこう聞いてくれってすごい言われててみたいな、どうしようって相談したんですよ。でそしたらその子はもう全然そういう気持ちはないしやめてほしいみたいないう感じで、何もそのオーナーに何も言わなくていいよみたいな、何も答えてくれなかったって言えばいいよみたいな感じで、それでそれ伝えたんですよ。何も答えてくれなかったよみたいな、なんかパートナーとか欲しくないって興味ないって伝えたんですけど、全然それで諦めてくれなくて、でその子がね共通のキッチンのところに出てくるタイミングを狙って、そのオーナーが出てきてちょっと話しかけようとしたりとか始まっちゃって、でその子はもうそれが嫌だったからその避けるみたいな感じで、そのオーナーが降りてきたらその子は自分の部屋に戻っちゃってみたいな。でオーナーは引き続き私にちょっとどうしたのか聞いてよとか起きてたし、その子がそのオーナーに対して結構冷たくし始めちゃったんですよね。嫌だからそうされるのが。でそしたらそれはそれでそのオーナーが拗ねちゃって、ちょっともういいみたいな怒っちゃって、そしたらそのオーナーね手のひら返したみたいにその子の悪口言い始めたんですよ。なんかねその子の仕事良くないとか、なんか
いい人だと思ったのに悪い人だとか言い始めちゃって、そのオーナーが。でももうね、私はその子の友達だし、でこっちのオーナーには個人的にはお父さんみたいに感謝しているのに、ちょっともう間に挟まって辛い感じで、そのオーナーにね、もうやめてって思ってたんですけど、で結局ね、その全員で仲良くっていうのは難しくて、なのでその私とその子が出かけるっていうのもだんだん減ってきちゃってね、難しくなって、でその子とね、本当は友達になりたかったんですけど、最後までちゃんと仲いい友達でいるっていうのが難しくなっちゃったし、でそうで結局私が、ワーキングホリデー終わって、日本に帰った後すぐぐらいかな、その子もその家を出たみたいでっていう感じでね、そうちょっとね、人間関係というか恋愛事情に挟まれたというか、そのオーナーの一方的な強い感情に巻き込まれたっていう感じで、それが一番辛かったと思いました。はいね、それがなかったらもう 100% そのオーナーには感謝してたんですけど、そのことがあってもう早く日本に帰りたいなって思っちゃったりとか、違う家探そうかなとか、いやでもあとちょっとだしなみたいな思ったりとかして、それが一番大変でしたね。はいねえ、結局ね、やっぱ人間関係ですよね、大変なのは。という感じで、今でもそのオーナーにはご飯作ってくれたことには感謝してるんですけど、ちょっと大変だったなっていうことでした。はいという感じで、楽しかったこととか、悩み難しかったこと、どうしてワーホリ行ったか、一番大変だったこととかですね、いろいろ話しましたけど、どうでしたでしょうか。皆さんにとってね、一番聞いてて面白かったことありましたら、ぜひぜひコメントしてください。でちょっとね、私いろんな国に海外旅行とかも行ってみたいなって思ってるので、ぜひ皆さんの国についても紹介してくださいね。コメントまたたくさん待ってます。ということで気づいたら今、52分ぐらい喋ってます。すごい自分で自分に言ってすごいね。で、こんな長く話せるんだっていう自分でもびっくりですし、もしねここまで本当に全部聞いてくださった方がいたら、もう本当にそれもすごいと思いますね。勉強しようって思って一生懸命最後まで聞いてくださった方、本当にすごいと思います。おめでとうございます。じゃあ1時間までは行ってないんですけどね、だいたい1時間ポッドキャストということで、お許しいただけますでしょうかという感じで、またこれからもね、日本についてだけじゃなくて、いろんな私の経験だったり、日本にいて日本で生きて感じたことだったり、ちょっとした日常のことだったりですね、いろんなポッドキャスト、出していきたいと思っております。そしてまたですね、もちろんお母さんとの、会話も取っていけたらいいなと思っております。で、もう一つお知らせ、この動画が出た後になると思うので、間に合うかなと思うんですけど、告知です。今度お母さんとライブ配信やります。ライブ配信しますので、初めてのライブ配信しますので、どうか時間が合う方ぜひ来てください。お願いします。私の心が第1回で折れないように、ぜひ皆さん来れる方は来てください。お願いします。ね、という感じです。なのでいろいろな発信、いろいろな活動をやっていきたいなと思っておりますので、まだチャンネル登録していない方はですね、チャンネル登録とグッドボタンとコメントぜひぜひよろしくお願いします。そして最後にいつも通り、私プレプリと愛登記でオンラインレッスンやっておりますので、
ぜひ日本語レッスン受けたいよ、ちょっとでも会話の練習したいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一緒に私と日本語の練習しましょう。ぜひ来てください。はいなんか運動してるみたいな、一人で1時間耐久レースしてるみたいな、酸素が薄く感じてきましたはい、どうでしたか？一応1時間話してみようかなと思って頑張ったんですけど、いかがでしたでしょうか？はい、よければコメントお願いします。はい、それじゃあここまで最後まで聞いてくださった皆さん、本当に本当に本当にありがとうございました。それじゃあまた次回お会いしましょう。またね。See you later. バイバイ。